じゃあ大学にで入りました、勉強もします、でもうちょっとギター興味出てきた。そうでうちのおじいちゃんに、ちょっとギター始めたいんだよねって言って、楽器屋さんに一緒に行って、でやっぱ最初に触ってるのがやっぱクラシックギターから最初アコギとかなんか要はそれ系の方がいいんじゃないかなって思ったけど、音でかいじゃないですか、音でかいって言ったらあれなんですけど生音が鳴っちゃうからね。生音が鳴るから、エレキだったら生音鳴らないじゃないですか、チャランチャランって。まあでもアンプさしたらでかい音出ちゃうけどね。アンプとかは知らないんでねこっちのギター音ちっちゃいみたいなマジで？そんなレベルからのスタートだったの？いや本当そうですよ。でエレキアイバニーズのねギターをアイバニーズまあそうだね、はい、入り口はそこら辺だね。そこら辺ですねまあメーカーも全然その分かってるけど、それでこの黒いギターかっこいいっつって。それさ普通さ友達ができて、なんかコピーバンドやろうぜって言って、じゃあミヤはギターねって言って買いに行ったりするけど、そうじゃなくて自分でギターやってみようっておじいちゃんと買いに行きました。その時はまだそのギターバンドとかじゃなくてギターじゃない、ギターですね。でしばらく一人で自己流でやったわけ？まあ自己流っていうか、まあ、そのギターをじゃあこれアイバニーズのこれにするって言って、でやっぱりこう先生に習うっていうスタイルでずっとピアノやってきてるから、まあ習いに行くほどじゃないから教本が欲しいなと思ったんですね、そのギターの。でそういうコーナーあるじゃないですか。でバーって言ったら、絶対弾けるなんとかとか、なんかこう弾き語りとか、初心者でもどうのこうのとかコードが分かる、そうあるじゃないですか。なんかそれはすごいいやいやって感じなんですけど、当時はいやこんなん一晩でできちゃうよって謎の変な自信が怖っエリート怖っできないんですけど、分かってないからそもそも。いやなんか簡単そうだな、もうちょっと難しいやついいなと思って、で見てたら「地獄のメカニカルトレーニングフレーズ」って書いてる小林慎一さんご存知でしたっけの著書のそのメタル特化系の教本で、でもそれもメタルっていうのも分かってないからなんかすごい難しそうだから参考書で言うとね星5つみたいなのをからやってみようみたいな。そうもうほんとそうなんです。でそれをギターとその教本持って帰って、最初のページから「クロマチックはい」みたいな「ペンタトニックはい」ダウンピッキングはいみたいな感じでやってて、でその参考書というかその教本がこう見開きで1テーマってこうやっていくんですけど、絶対右下に今回のフレーズやねってこれを聴けみたいな、こうおすすめの CD を紹介してくれる。でもう本当にもうロックとかメタルの鉄板どころを紹介してくれてて、で聴けって言われてるから「分かりました」っつって聞いてみよう。で近所の蔦屋行って「あこれだって借りて、でかっこいいメタルってなったのがメタルがやっと来るとこですね遅いまさかじゃあ大学生になるまで、そのしかもその教本がおすすめしてるメタルのを聞いて、ってならないんだ。ならなかったですね。やっぱ最初に聞いたのがやっぱそのクラシックだからその、多分最初にデスメタルとか聞いてたらちょっと厳しいみたいな、なんじゃこりゃってなってたと思うんですけど、そのどっちかっていうともうちょっとクラシカルな、昔のメタルというか聴きやすい感じのやつだったので、なんかすごいスッと入ってきたんですよね。でそれでいろいろあさって弾くようになって、まあこれは好きだな、これは微妙だなとか、好みも出てきたりとかして。まあ、言ってもさ3歳からピアノやってて、コードはさもうあるわけじゃん頭の中に。あと絶対音階みたいなものも、やっぱりそうするとすんなりいけちゃったもんなの？ギターってみんな大体苦戦すると思うんだけどさ。なんか最初はやっぱり結構スムーズだったと思うんですよ。歩いていくとやっぱそんな速いのは難しいなってなりましたけど、やっぱ初めてギター弾きましたっていう人よりはやっぱりピアノやってたおかげで楽譜も読めるし、早いよね。その楽器の練習の仕方っていうのも分かってるもんね。そう分かってるので、それでやってた感じですね。でも黙々と教本と、おすすめの CD と自分でやって、最初そうです。1年ぐらいは。いつアドロップ
ドロップ状から泥状が出てくるのまた1年2年だからギター始めて2年ぐらいじゃないですか。は大学の友達、全然地元のとか。全然そうじゃなくてあれですよ、なんだっけもうちょっと時代ですけどミクシーって昔あったじゃないですか。わかんない。今でいうフェイスブックみたいなああ、名前は聞いたことあるけど、のなんかメンバー募集のそういうスレッドとかあったんですよ。もうジェネレーションギャップだよ。だから昔なんか雑誌ともかでう俺らはスタジオにこの電話番号の紙をこうあれ個人情報やばかったよね、今考えると。すごいすごい。ボーカル求むっつってこう紙貼っとくんだから、携帯番号。そうですよね。携帯も持ってないわ。家電は家電の番号貼ってあるの、スタジオに。ミクシーでギター探してますみたいのがあって、でそれに応募したらあの姉さんに、姉さんドラムのね、はい、ドラム姉さんに、アリさんに、はい出会ったわけですね。そうで、まあそれがだから初めて組んだバンドってこと？人生で。そうですね。でみんなメタル好きで、メタルっていうかビジュアル系だけどそれの激しいのが好きだったりとか、でも音楽性的にはその激しいのが好きだっていうところで趣味を追ってたんじゃないですかね。まあでもその頃になると、その勉強との両立が出てくるわけじゃん。いやだから全然大学は全然サボりまくってましたね。あ、やっぱそうなるよね。まあだから今があるんだけどね。それはそこでまあ楽しいし、みんなといてね、でギターも楽しいし、みんなといると楽しいしっていうところでもういやっと思って勉強の方行ったら、多分今がないと思うし、それはそうですね。だからって女医さんになってるかっていうのもちょっと微妙だよね、もうね。いや多分学力普通に足んなかったと思います。医大には受からんかったと思います。分からんですけど。そうか、そうね、あの子たちだから最初からあれだったんだね、女の子たちだけのバンドだったんだね。そうです最初からそうですね。まあ今もラブアイツもそうですけども。で大学卒業してもやってたよね。だから一応自分の中では大学在学中に売れなかったら普通に生きてこうみたいな感じに、音楽は諦めてぐらいな、趣味にしてとか思ってたら、やっぱなんかやめれなかったですね。諦めれなくて、逆に言うと、音楽の道でなんとか行きたいから就職もせずにぐらい。みんな就活とか、あと教員採用試験とかいろいろ頑張り出すじゃないですか。それを大変だなって大変だねって私は知らないみたいな。いやでもねえ、そっから苦労したでしょ。いやしました。するよね。全然売れないし、みたいな。大阪でもがいてましたね。ねえ、俺がだからそうまあそろそろ21の話しないとラブバイツの話出てこないからこれもう前半終わっちゃうからさ、ビクターさんに怒られるよ。だからそのもがいてる時にお声かかったって感じですね。その時にその時に何歳とかって言っていいの？全然いいです。その時が23、4とか34だよね。でそう俺のすっごい覚えてるのが、もう23、4になっちゃってやばいんですよって言ってたのよ。何を言ってんねん23、4でと思ったけど、まあ考えてみればそうなんだよね。俺もデビューしたの24とかだから、今思えば確かにと思ったけど、当時はもうすんごい子供に見えたから、そうですよね。いやまだそんな慌てる年齢じゃないよとかって思ったのがすごい印象に残ってるんだけど、ボーカルの剛がね、まあ昔エバーセイトっていうバンドやってて、でまあシャムシェイドも好きですってことで一緒にバンドやりたいって言い出して、じゃあどういうバンドを作りたいのって聞いたら、ギターは女性がいいですって言ったの。それはね俺の意見じゃない。俺はもう男のもう汗臭いバンドをやりたかったし、まあそういう生き方してきちゃったから。でも剛がそれはなんでかっていうと、そういうバンドを見たことない。確かないんですよね。女の子たちバンド、まあ例えが合ってるか分かんないけどプリプリとかね売れましたよね。で逆に女の子ボーカルで周りが男っていうジュディ・マリとかいますよね。でも男の中に女性ギターがいて
て、うんガンガンロックのギター弾いててっていうのは、うん今までなくないっすか兄貴みたいな感じになってよしじゃあ探そうっつってはいで結構いろんなつてでまあそこそこ弾けて、うんまあ、もちろんルックスも大事だしでいろんな人に会いに行ったりとか音聞いたりとかしてる中でやっぱねあっと思ったんだよ。それやっぱピアノなのよ。あ、本当ですか。あ、ピアノで。ピアノの俺が憧れたその小学校の時に、あ、発表会で弾いたんだっていうのが自分の中でいやそれイコールやっぱねなんつうんだろうなピアノやってる人がギター弾くとまあ誰かもそうなんだけどやっぱねギタリストだけじゃない発想力とアレンジ力と音遣いが出てくるなって勝手に俺思っててそれでねちょっとこの子に会ってみようかなってことで東京に来た時あったんだよ。そうです。なんかライブで来てて時にちょっと前乗りして、初めましてって新宿で歌舞伎町だったと思いますけどそうだっけ、はい、あんま覚えてないんだけど、歌舞伎町でしたそれが23歳だもんね。そうです。ビビったでしょ、何この人みたいな。いやだからもちろんシャムシェードって名前はね、うん知ってたんでそんな方が大阪でね、まあ言ったらあれですけどくすぶってる私なんかにお声がかかるのは絶対詐欺に違いないって思ってましたからね。これは何回も言ってますけどやめなさい詐欺詐詐欺師みたいな、まあでも思われて当然だろうなと思ったけど、いやいやもう本当にそんなんありえないと思ったから、まあまあ、うちょっと前半終わっちゃった。ん、じゃあラブバイスの話聞きたい人はこの後この後半はもうあとねあれだ質問も来てるから後半は質問とラブバイスもう21の話はまたいずれちょっとしましょう。ちょっとそんなんいやだってラブバイスのだって話しないと。そうですけどラブバイスのほら知ってきてくれてる人はみんなラブバイスは分かってますから多分うちの前の話聞きたいとかあると思うんです。そうなの？いやだと多分ちゃじうとかゃあとりあえずちょっと一回すいません切り返しがありますんで。すみません。すいません。長くてね。2時間やった方がいいかもしれない。いやまた来ればいいよ。じゃあまた来ます。じゃあ一回ここですいません。すいません。後ほどです。